はい、僕の家は父子家庭でして、母は僕が幼い頃に。はっはっは、冗談だろ。お父さん、彼の家が父子家庭だってことは前に私から話したでしょ。わざとらしく聞き返す父親に婚約者の優香も静かに怒っていた。父子家庭、父親もどうせゴミなんだろうね。そう言って俺のことをあざけ笑う優香の父親に、俺はとうとう堪忍袋の緒が切れた。俺のことは何と言われてもいい。でも男手一つで苦労しながら俺を育ててくれた親父のことを言うのは許さない。俺はニヤニヤしている優香の父親に鉄槌を下すことにした。俺は牧野敦。俺自身はごく普通のサラリーマンだ。ただ俺が子供の頃に母が他界して、父が男手一つで育ててくれた。母の記憶は幼い頃のうっすらとした記憶しかない。それも仕事が忙しかったはずの親父が、俺が寂しくないようにたくさん遊んでくれたり、いろいろなところに連れて行ってくれたからだと思っている。俺には親父との思い出がたくさんあったんだ。敦、彼女とはうまくいっているのか？そうニヤニヤした顔で聞いてきたのは俺の親父の牧野徹。実はちょっとした有名人なんだが、家ではこんな風にごく普通の親父だ。親父には彼女がいることは言っていたが、なんだか気恥ずかしくてあまり詳しいことは話していなかった。まあまあだよ。なんだよ、今度うちに連れてきたらどうだ？そのつもりだけど。親父にそう言われて俺はドキッとした。実は近々優香にプロポーズをするつもりだったから。それが成功したらうちに連れてこようと思っていたんだ。優香、びっくりするかな。俺はそう思いながらプロポーズの計画を入念に考えていた。そして当日。敦、記念日だからってこんな素敵なお店に連れてきてくれてありがとう。はにかみながらそう言ってくれたのは彼女の佐伯優香。優香は俺の会社の同期の女の子が紹介してくれた。優しくていつも穏やかな優香のことを俺はすぐに好きになった。優香はさりげない仕草や言葉遣いに品の良さがあって、裕福な家庭で育ったのかなと俺は思っていたんだ。食事が進みデザートが運ばれてくる頃、俺は意を決して優香に伝えた。優香、俺と結婚してください。優香は驚いた顔をしたけど、すぐに涙目になって、はい、よろしくお願いします。と答えてくれた。二人で照れながらデザートを食べていると、優香が少し不安そうな顔をした。敦、私の家のことなんだけど。どうしたの？私にはあまり関係ないと思っていたから敦には言わなかったんだけど、実は父は市議会議員なの。しかも代々。そうだったの？俺は優香の口から初めて聞いた事実に驚いた。友達とかその男の人もそのことを知ると少し引いちゃうみたいで、なかなか言えなかったの。ごめんね。いや、驚いたけど俺の優香に対する気持ちは変わらないよ。よかった、ありがとう。この時点で俺は親父のことを言おうか迷っていた。だけどそれは親父に聞いてからにしようと、その時は何も言わなかったんだ。親父が優香を家に連れてきてほしいって言っているんだ。結婚のことも言いたいし、今度うちに来ないか？もちろん。優香のご両親にも挨拶しに行かなきゃな。また都合のいい日を聞いといてくれる？わかった。その時優香の顔が一瞬曇ったように見えたんだ。そして1週間後。はじめまして。敦さんとお付き合いさせていただいています佐伯優香と申します。優香、緊張しすぎだって。優香は顔を真っ赤にしながら俺の実家にやってきた。はじめまして。
淳の父です。どうぞどうぞ上がってください。お邪魔します。親父は俺たちをリビングに案内した。優香は緊張しているのかうつむいてしまっている。親父がコーヒーを2つ持ってきて俺たちの前に座った。実は優香と結婚することになったんだ。俺の言葉に親父は目をパチクリさせた後、そうかそうか、それはよかった。優香さん、ご存知だとは思いますが、淳の母親は小さい時に他界していて、男で一つで育てたので至らないところも多いと思いますが、よろしくお願いします。と喜んでくれた。その言葉に優香も安心したのか、はい。実家に来て初めての笑みを浮かべてくれたんだ。そして親父の顔を近くで見て固まった。お父様。気づいちゃったか。でも気にしないで。ただの淳の父親だと思ってほしい。はい。淳から聞いたんだけど、お父さんは市議会議員なんだってね。あまり余計な忖度はされたくないから、私のことは言わないでもらえるかな。淳が挨拶に行った後、お父さんには直接挨拶をしに行きたいから。わかりました。じゃあ、堅苦しい話はこれで終わり。優香さんは甘いものが好きだって聞いているけど、私も甘いものには目がないんだ。新しくオープンしたケーキ店に行ってきたから一緒に食べよう。親父と優香は甘いものが好きという共通点があり、話が弾んでいた。俺はほっとしながらも優香の実家に挨拶に行くことを考えて少しドキドキしていた。優香の実家には行ったことがないけど、父親は市議会議員だと言っていたし、優香の品の良さからもお堅い家かもしれない。うまくいきますようにと祈った。だが翌週になっても優香は両親の都合がいい日を教えてくれなかった。優香、早めに挨拶に行きたいんだけど、ほら式のこととかも挨拶してからじゃないと決められないし。俺が優香にそう言うと、そうだよね。ちょっと今は忙しいみたいなの。だからもう少し待ってくれる？そっか、わかった。そう言われてしまっては無理に家に押しかけるわけにもいかないし、俺は優香の言う通り待つことにした。でもそれからしばらく経っても優香は何も言ってこない。おかしいと思いつつ問い詰めるようなこともしたくなかった。休日、俺は優香とのデートの帰りに優香の家の近くまで送っていくことにしたんだ。もうこの辺で大丈夫だよ。いや、もう暗いし家に入るところまで見てから帰るって。ありがとう。優香は落ち着きなくそわそわしているようだった。ほら、もう家が見えているから。そう優香が家を指さした時、門から優香の父親らしき男性と俺と同世代くらいの男性が出てきたんだ。お父さん。遅いじゃないか。優香、どこをほっつき歩いていたんだ。顔をしかめる優香の父親に俺は慌てて挨拶をしなくてはと。はじめまして、優香さんとお付き合いさせていただいている牧野敦と申します。大事なお嬢さんを遅い時間まで申し訳ありません。と頭を下げた。すると優香の父は俺の方を一別した後、優香、こちらは市議会の議長の息子さんだ。今度食事にでも一緒に行ったらどうだ？と俺のことは完全に無視したんだ。優香は父親に、お父さん、私は敦と付き合っているのよ。何回も言っているじゃない。と怒ったのだが、うちは代々市議会議員の家系だと言っているだろう。どこの馬の骨ともわからない男は認め。そんな、ひどい。それを言うなら敦は。優香、いいんだよ。お父さん、失礼しました。また改めてご挨拶させてください。君と話すことはない。失礼します。俺は優香に目配せをしてその日は帰った。すると翌日、優香から電話があったんだ。昨日は本当にごめんなさい。実は敦と付き合っていることは前から話していたんだけど、サラリーマンだって伝えたら怒っちゃって、その時は敦のお父様のことも知らなかったし。いや、
親父のことは言わなくていいよ。結婚するのは親父じゃなくて俺だしね。お父さんにはきちんと俺のことを見てほしいんだ。でも、大丈夫だって。それで挨拶には行けそうかな。うん。でもお父さんのことだから淳にひどいことを言うかもしれないの。優香の声は震えていた。優香の父親は優香からはとても想像できないような家柄や格式といったものしか見ていない人物だった。それでも誠実に挨拶をすれば多少は分かってくれるだろうと思っていたんだ。この時までは。そして優香の家に挨拶に行く日、俺はちゃんとスーツを着て手土産も用意して優香の家に向かった。優香が家の前で待っていてくれたのだが、淳、来てくれてありがとう。でもやっぱりとすでに暗い顔をしていたんだ。そんな顔するなって。な、大事な娘さんと結婚させてくださいって言うんだから簡単には認めてもらえないのは分かってるよ。俺は優香を励ますようにそう言って家の中へと入った。きちんとご挨拶しておらず申し訳ありません。牧野敦と申します。優香さんとは2年前からお付き合いさせていただいています。優香の父親はソファーでふんぞり返ったままの格好で返事もしなかった。俺と目を合わせようともしなかった。お父さん、こっちを向いてよ。優香が怒りながらそう言ったが、隣で優香の母親がおろおろするだけで、父親の方は不機嫌そうな顔で黙ったままだった。お父さん、そう声をかけると、こちらをぎろりと睨んで、君にお父さんと呼ばれる筋合いはない。と、俺が来てから初めて言葉を発した。俺はもう言ってしまおうと意を決して、優香さんとの結婚を認めていただけませんかと言ったんだ。すると優香の父親は、何を言っているんだ君は。優香は将来有望な男と結婚させるつもりだ。君みたいな男との結婚を許す気はない。と冷たく言った。お父さん、私が誰と結婚するかは私の自由よ。勝手に決めないで。いいや、優香、うちは代々市議会議員の家系だ。だから一人娘のお前にはうちにふさわしい男を婿に取ってもらうつもりだ。そんなこと。ほら、この間家の前で会った有馬くんなんてどうだ。彼なら家柄も申し分ないし、議長の息子だ。いい加減にして。淳が来ているのに。すると優香の父親は俺に、ところで君は何の仕事をしているのかね。僕は永昌寺で営業をしています。永昌寺、聞いたことないな。営業をしているということはサラリーマンか。はい、そうです。うちの家系にはサラリーマンなんてほとんどいないな。遠い親戚にいたか。ま、関わりがないからわからないが、ほとんどは議員や弁護士、医師だからな。それはすごいですね。君には想像もつかないかもしれないが、優秀な遺伝子に劣った遺伝子を混ぜたくないのだよ。淳が劣っているというの？それで君の家族構成は？お父さんとお母さんは何をしている人だ？僕の家は母がいないんです。まさか君の家は父子家庭ということなのか？はい、僕の家は父子家庭でして、母は僕が幼い頃に。はっはっは、冗談だろ。お父さん、彼の家が父子家庭だってことは前に私から話したでしょ。わざとらしく聞き返す父親に、婚約者の優香も静かに怒っていた。父子家庭、父親もどうせゴミなんだろうね。もうやめて、淳、もうお父さんと話しなくていいわよ。ゴミをゴミと言って何が悪い。父子家庭なんて普通じゃない。父親がまともに子供を育てられると思うか。どうせ母親もゴミみたいな父親に愛想を尽かして出て行ったんだろう。違うわ、淳のお母さんは病気で。優香は自分の父親のことを軽蔑するような目で見ていたが、その目からは涙が流れていた。きっと失望したのだろう。俺は俺で自分のことは何と言われても構わないが、
男手一つで苦労しながら俺を育ててくれた親父のことをゴミだなんて言うのは許せなかった。ニヤニヤしながらこれでもかというほど俺の親父のことをけなす優香の父親に俺は本当のことを話すことにした。君の父親は何の仕事をしているんだ？どうせ低所得者だろう。まさか無職か？父は県知事ですが。え？そう、俺の親父は県知事だ。家ではただの明るくてよく冗談も言うような親父だが、実は顔が知られている県知事なのだ。優香の父親はそれを聞いて一瞬フリーズしたが、すぐにははははいくらなんでもそんな冗談は通じないぞと笑い出した。本当のことですよ。それならなんで君はただのサラリーマンなんだ？僕が働いているのは父方の祖父の会社です。僕は政治より会社経営に興味があるので会社を継ごうと思っています。そんな出任せをよくもペラペラと。そんな嘘をついて恥ずかしくないのか？嘘なんかじゃないわ。私、淳の家に挨拶に行ったら牧野知事がいて驚いたもの。お父さんと違って知事という立場を鼻にかけない気さくで素敵な方だったわ。じゃあまさか本当なんですか？優香の父親の顔色はみるみる青くなり、急に敬語を使い出した。そしてその時インターホンが鳴って優香が玄関の方へ向かった。優香の父親は青い顔でうつむいている。そして優香が連れてきたのは、こんにちは、佐伯議員。息子がお世話になっております。牧野知事、なぜここへ？私が呼んで来ていただいたの。優香の父親は口をパクパクして言葉が出てこないようだった。息子と優香さんの結婚を認めていただけますか？それはもちろん願ってもないことで。さっきとは打って変わってヘラヘラとこびへつらうような優香の父親に優香は、私、お父さんが淳に言ったことは絶対に許さないから、この家とは縁を切ります。待て、優香、その話は。私が母子家庭や父子家庭の一人親世帯をサポートする政策を進めているのはご存知ですか？まさか知らないとでも。いえ、そんなことは。佐伯議員のお考えは十分わかりました。それでは失礼します。待ってください。俺と優香、親父は3人で優香の家を出た。その後、優香は堅くなに家に戻ろうとしなかったので、そのまま俺の住んでいるアパートで一緒に住むことにした。優香は結婚式はしなくていいと結局入籍して写真だけ撮ったんだ。親父は俺たちの好きにすればいいと言ってくれて、そのまま新婚生活が始まった。優香の父親からは何度も優香や俺の父親に連絡があったそうだが、絶対に許さないと言って実家には一度も帰っていない。今、優香のお腹には新しい命が宿っている。優香は、この子には自由な道を選んでほしいの。と言って父親の後継ぎにはさせるつもりはないようだ。優香の父親は娘も後継ぎも失ってしまい、見るからに元気がなく、市議会議員の引退もささやかれているようだ。俺は優香と生まれてくる子供に、親父のように愛情をいっぱい注いでいきたいと思っている。